皆さんこんにちは、アンリです。今日はチャット GPT の規定モデルが昨日5月5日にこっそり GPT5.5 インスタントへ切り替わった話と、同じ週に起きた主力 AI の世代交代を AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。毎日数億人が使っているチャット GPT の中身が皆さんの知らないうちに新しいモデルに入れ替わりました。しかも医療、法律、お金といった大事な分野で AI がもっともらしい嘘をつく確率がおよそ 52.5% も下がったというのです。今日はこの静かな世代交代を一緒に見ていきます。今日お伝えするポイントは大きく5つです。1つ目、チャット GPT の規定モデルが GPT5.3 インスタントから GPT5.5 インスタントへ静かに切り替わったこと。2つ目、社内テストでは精度が大きく上がった一方、外部の試験では別の評価も出ていること。3つ目、同じ日にイーロン・マスク氏の XAI がグロック4.3を公開したこと。4つ目、オープン AI 社長のグレッグ・ブロックマン氏が法廷でオープン AI 株30億ドル、日本円でおよそ4兆5000億円を持っていると認定されたこと。5つ目、アンソロピックのクロードオプス4.7がコーディングや視覚認識で首位に立ったことです。最後に皆さんが今日からどの AI をどう使い分ければいいかをまとめます。では1つ目です。オープン AI は2026年5月5日、チャット GPT の規定モデルを GPT5.3 インスタントから GPT5.5 インスタントへ切り替え始めました。オープン AI 公式アカウントとサム・アルトマン CEO の投稿で確認されています。インスタントというのは考え込まずに素早く答えを返すタイプのモデルという意味です。皆さんがチャット GPT を開いて何気なく質問しているとき、その裏側で動いている頭脳が昨日から新しい世代に交代したというお話です。ここで重要なのは、私たち利用者側が何も操作していないのに勝手に切り替わったという点です。毎日数億人が触る規定モデルが入れ替わるというのは、世界で一番使われている AI の性格が一晩で変わったのと同じことです。オープン AI 自身もこの変更を派手に宣伝してはいません。だからこそニュースとして知っておく価値があります。2つ目は、その新しい GPT5.5 インスタントがどれぐらい賢くなったのかというお話です。オープン AI の社内テストによりますと、医療、法律、金融といった高リスク領域でハルシネーションが 52.5% 減ったと発表されています。ハルシネーションとは AI がもっともらしい嘘をつく現象のことです。さらに利用者がエラーを指摘した会話での不正確な主張は 37.3% 減、複雑な文書から法や項目を取り出すオムニドックベンチという試験でも誤り率が 14.6% から 12.5% へ下がっています。ただしここで一つ注意点があります。 AA オムニサイエンス AA オムニサイエンスという外部のベンチマークでは GPT5.5 のハルシネーション率は 86% と依然として高く出ています。同じ試験でアンソロピックのクロードオープス 4.7 は 36%、Google のジェミニ3.1 Pro、ジェミニ3.1 Pro は 50% です。つまり試験のやり方や対象領域によって AI の賢さは大きく変わるということです。GPT が一番賢い、いやクロードだ、単純に言える時代ではありません。3つ目は、同じ日に起きたもう一つの大ニュース、 XAI のグロック 4.3の API 公開です。価格は入力100万トークンあたり 1.25 ドル、出力100万トークンあたり 2.50 ドル、コンテキスト、つまり一度に読み込める文章量は100万トークンです。トークンというのは AI が文章を扱う時の単位とお考えください。アーティフィシャルアナリシスという独立評価機関では、エージェント的なツール呼び出しと指示追従の項目で第1位、バルス AI では判例法と企業財務の分野で第1位となりました。マスク氏の引用リツイートは1万1060いいねを集めています。XAI は設立から36ヶ月でフロンティア
つまり最先端モデルに到達したことになります。4つ目はオープン AI 社長グレッグ・ブロックマン氏の法廷証言です。マスク氏がオープン AI を訴えている裁判で4月30日から5月4日にかけてブロックマン氏は自分の保有資産について証言しました。認定された金額はオープン AI 株でおよそ30億ドル、日本円にしておよそ4兆5000億円です。さらにアルトマン CEO の個人ファンドの一部自分、アルトマン氏が投資する別会社2社の株式も保有しているとされました。法廷ではマスク側の弁護士から10億ドルで十分なのであれば残りの29億ドルを慈善活動に返しますか、問いかけがあったと伝えられています。さらにマスク家族オフィスからの古いメール、グレッグはサムに対してより大きな忠誠を持つようになるだろうが読み上げられました。これは単なるゴシップではなく AI 業界における所有権や受託者責任という根っこの論点に関わる出来事です。人類のための AI を掲げて始まったオープン AI が本当に誰のものなのか、創業者たちはどこまで個人で利益を得ているのか、こうした疑問が法廷で初めて数字として出てきたわけです。5つ目はアンソロピックのクロードオープス 4.7 クロードオープス 4.7 のベンチマーク結果です。4月16日に正式公開されたこのモデルはコーディング能力を測る SWE ベンチベリファイドで 87.6% を記録しました。前のモデルである 4.6 の 80.8% から大幅に伸びています。SWE ベンチプロでは 64.3%、カーサーベンチでは 70%、視覚認識のスコアは 98.5% で4.6 の時の 54.5% から大躍進しました。 GDP-AA という知的労働の試験での E ロスコアは1753、 GPT5.4 が1674、ジェミニ 3.1 プロが1314ですから、クロードが頭一つ抜けています。MCP アトラスでは 77.3% で業界トップ。価格は 4.6 から据え置きで入力100万トークンあたり5ドル、出力100万トークンあたり25ドルです。そしてもう一つ忘れてはいけないニュースがあります。元ツイッター CEO で元セールスフォース共同 CEO のブレッド・テイラー氏が創業したシエラという AI 企業がシリーズ E で9億5000万ドルを調達し、評価額は158億ドルに達しました。年間経常収益は1億5000万ドル、フォーチュン50社の 40%、世界の大手銀行3社のうち1社が顧客となっています。リード投資家はタイガーグローバルと GoogleGV の共同主導です。これに対抗するように OpenAI 自身も5月6日、つまり今日からワークスペースエージェントの有償化を始めます。料金はクレジット制で、エージェントの複雑度、呼び出すツールの数、実行時間によって決まる仕組みです。対象はチャット GPT ビジネスエンタープライズ EDU のリサーチプレビュー利用者です。これはブレッド・テイラー氏のシエラと完全に競合する動きです。 AI が私たちの代わりに仕事を実行する業務エージェントの市場で巨大な綱引きが始まったということです。ここまでをまとめます。1つ目、チャット GPT の規定モデルが昨日から GPT5.5 インスタントに切り替わり、医療、法律、金融での嘘が社内テストでは 52.5% 減りました。2つ目、XAI のグロック 4.3 が同日公開され、ツール呼び出しと判例法、企業財務で1位を取りました。3つ目、アンソロピックのクロードオーパス 1.7 はコーディングと視覚認識で頭一つ抜けています。4つ目、オープン AI 社長は法廷で4兆5000億円規模の株式保有を認定され、業界の所有構造が改めて問われています。では最後に皆さんが今日からできるアクションを3つお伝えします。1つ目、チャット GPT を使っている方は
設定画面でモデル名が GPT5.5 インスタントになっているか確認してみてください。表示が古いままの場合はしばらく待つと自動で切り替わります。2つ目、ご自身の AI 利用シーンを紙に書き出して用途別に棚卸ししてみてください。日常の質問や要約は無料のチャット GPT の GPT5.5 インスタントで十分。じっくり考えるタスクは GPT5.5 シンキング。コーディングや複雑な文書分析はクロードオーパス 4.7、 リサーチや比較はグロック 4.3 かジェミニディープリーセーチマックス。企業の業務エージェントはオープン AI ワークスペースエージェンツかアンソロピッククロードコワーク、クロードコワークまたはシエラというのが今日時点の使い分け指針です。3つ目、AI が嘘をつく確率というニュースを目にしたら必ずどのベンチでどの領域で何%かまで読む癖をつけてください。社内テストと外部試験では結果が全く違うことがあります。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあればぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で